はい、皆さんこんにちは。一種のゆうきです。イェイイェイウォーウォー。はい、今日は何をしに来たかと言いますと、見てください。このエプロン姿。そうです。私は今日お料理をしに来ました。何を作るかと言いますと、そう、私が大好きなパン、ベーグルを作りに来ました。パン屋さんにはね、行ったことあるんですけど、いっぱいね、行ったことあると思いますし、皆さん私がパンを愛してることはご存知だと思うんですけど、実際に作ったこと全くなくて、こういう機会だからせっかくだからやってみたいなって思ったら、いいよということだったので、今日はベーグル、しかもグルテンフリーの米粉のベーグルを作ってみたいと思います。ワクワク。ちょっとマイナスな方のね、失敗しないかっていう方のワクワクドキドキもちょっとあるんですけど、早速やっていきたいと思います。まずは手を洗いたいと思います。しっかり洗っていきます。パンを丸める形をベーグルを作るところがありますので、手をクリーンな状態でやっていきたいと思います。では、孤独のクッキングスタートです。まず温めたお水にドライイーストを溶かす。ドライイーストってなんだろう、これか。ドライイーストを入れます。入れて、まずこれを溶かす。溶かします。でも絶対失敗したくない。美味しいものを作りたいです。で、ここにきび砂糖、米粉、塩を入れて1分間程度混ぜる。あ、溶けたっぽい。じゃあ、きび砂糖入れます。チャカ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 。きび砂糖、お塩、ソルト。ほんで、米粉。一番大事なやつ。米粉を入れて、混ぜます。なんかパン作りって感じしますね。粉を入れると結構、急にパン作り感。なんか1分間程度って言ってたけど、もう10秒ぐらい経ったかな。11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。大丈夫かな。よし、良さげなので次に行きます。続いては、米油を入れて、トロトロで滑らかになるまで混ぜましょう。入れます。すごい、ここもちゃんとお米の油っていうね、こだわりが米粉ベーグルっぽいですね。でも米粉のベーグル食べたことないかも。ちゃんとしたベーグル、普通の小麦粉でできてるベーグルは何回も食べたことあるんですけど、米粉のベーグルは食べたことなくて、何回もお店に行ってみようと思ったけど、行けたことがなかったので、最初に食べるのが自分のものになると思うと嬉しいですね。良さそうなので、じゃあ続いてが大変ですよ。大箱を入れてすぐに混ぜる。のんびり混ぜちゃいけませんっていうゾーンに入ってきました。で、ちょっとここからはちょっと真剣に、今も真剣だったんですけど、やっていきたいと思います。大箱チャレンジスタート。よし、いきます。そうだ。で、大箱を入れたら今度はこれじゃなくてヘラで混ぜますわ。これを使って混ぜていきます。レッツゴー大箱タイム。ほっ。混ぜろ混ぜろ。うわ、急になんかちょっとダマっぽくなってる。すごい。急げ急げ。すごい。どんどん腕に力が
すごい。頑張れ頑張れ自分。うわ、どんどんこの1個の塊になってくる感じがありますね。ベーグルになーれ。すごい、もう急激にベーグルとして食べられそうな見た目になってきました。早い今たちが。まだ茹でても焼いてもないのに、この気の速さ。合ってますかね、やり方。いい感じ。ほな、ベーグルの形にしていこうか。じゃあ、この子をここに出して、今度は生地を分けていきたいと思います。かわいい。すごい急に可愛く見えてきました。で、この子を4匹にしなきゃいけないので、これを使って4つに等分に切り分けたいと思います。いきますよ。ほっ。ほっ。まず2匹に。そして、はい。4匹になりましたので、なんかちょっと、こっちの子たちの方が大きいかも。思った感じ。まあ、いっか。ということで、米油を手につけて丸めていきたいと思います。ちょっとスプーンとか使おう。は。いらんかった。これを、丸めます。シュールな絵。なんかちょっと私油つけすぎましたかもしれません。テカテカに一気に油切った赤ちゃんになりましたが、ちょっと他の子たちにも油つけた方がいいので、ちょっと、絶対この子が一番でかいわ。でかくなります。これは私が食べます。よいしょ。で、今ちょっとこれ4つに分けたんですけど、レシピが4つっていうのもあるんですけど、せっかく作るので、4人分みんなにちょっと合いそうなみんなにプレゼントしたいなって思って、この4つを1個ずつメンバーにあげたいと思います。なので、一番大きいのは私が食べるということで。ちょっと焼き上がりを見てね、決めたいと思いますが、嘘です。みんなに綺麗なやつをあげようと思います。ということで、4つに丸くなりました。キラキラキラ。でもちょっとやっぱ差がありますね。ほら。デカスケとチビスケがいるんですけど、この子たちを、台に押し付けて表面が滑らかになるように手で転がして伸ばしていく。伸ばします。もしかして下手？意外とこの作業に手こずると。でも楽しい。なんか料理っていうより図画工作って感じですね。わあ、二の腕にきます。この動作。ベーグル筋トレ。ベーグルトレーニング。オッケー！できたかも。だいたい均等にできたと思います。じゃじゃん。では、最後にこれを、ベーグルらしいドーナツ型に、ベーグルらしいドーナツ型？ベーグルらしい形にしていきたいと思います。これを、まずこの端っこ、片方の部分を潰します。はい、潰したら、丸めて、丸めて、閉じます。ちょっと途中で外れてヘビにならないようにしっかりめに閉じさせていただきまして、リング状にします。
こんな感じ。ここが閉じたところ。閉じれてると信じて。はい、閉じてください。お願いします。この閉じた部分を下にして、この、クッキングシートの上に乗せます。OK。じゃあ2つ目も続々にいきたいと思います。はい、まず伸ばしまして、潰して、丸めて、閉じる。閉じる作業がなんかちょっと不安だな。ちゃんと閉じれてるのかな。まあ大丈夫か。よし。2匹目完成。乗せます。ほっ OK。では3匹目。入場。端っこを潰して、丸くして、ほっ完成です。完成じゃない。ピシンってやると結構うまくいきます。では、発酵したら、ちょっと成長して帰ってくるそうなので、楽しみに20分間待ちたいと思います。はい。ということで、発酵してるちょっとね、お時間が結構あるので、みんなから募集した質問だったりお悩みについてちょっと答えていこうかなと思います。すごいいっぱいありがとうございます。頑張りたいのに頑張りきれない。そんな時勇気ならどうする？この次もちょっといけるかな。元気が出ない時や辛い時、どうやって乗り越えてますか？なるほど。元気が出ない時や辛い時、ありますよね、定期的に。まあでもなんか今、しんどいってなった時に、よし、これを今すぐ乗り越えるぞって思って、なんか今すぐ解決しなきゃって焦ると余計辛くなっちゃったりするので、まあ辛い時は辛い時で、そんなこう一生懸命乗り越えようとせずというか、まあ辛いからご褒美をあげるチャンスだと思って、なんか美味しいもの食べるとか、なんか仲のいい友達に会ったり電話したりとか、なんかそういう自分に、なんか頑張れる時って逆に、いやちょっとまだこれご褒美あげるタイミングじゃないなとか、なんかもっと自分頑張れるなってちょっと追い込む方に行きがちだと思うので、そういう辛い時こそ自分にご褒美をあげれるいいチャンスだと思って、何かこう小さいことでもいいので自分が喜びそうだなって思うことをしてあげてほしいなと思います。イエイ。ベーグルおすすめです。勉強系のもありますね。勉強をしないといけないと分かっていても、一向に勉強に手がつきません。勉強のやる気はどのようにして出していましたか？うわー、どう言ってましたかな？でも私もそれずっと悩んでて、結構テスト期間なのに、だからやる気出さなきゃいけないのに、やる気出なくて手がつかないみたいな結構あって、前日にね、夜なべしちゃうタイプだったので、すごくまず気持ちがわかります。でもどうしても、1週間前から勉強しないと間に合わないんだよな、これはって頭で分かってて、体が動かない場合。まあ一つは、やっぱり、こっからここまでの期間勉強したら、自分にこれしてあげようっていう、またご褒美を作る作戦。あとは、周りの人に宣言する作戦。賛成してくれてますね。じゃあ、周りの人に宣言する作戦。まあ、身近な人で言うと、多分お友達に宣言しても、多分勉強しなくてもあんまり、わかる。しなくても大丈夫だよって言ってくれると思うので、お母さんとか、ちょっとこう、なんか約束守んないと、怖かったり、しっかり見てるぞっていうような人に、しっかり、いや、ちょっと今回はマジで頑張りますっていう風に宣言しとくと、リビングでスマホいじってたりしたら、あれ？勉強するって言ってなかったってなるかもしれないので、強制的にやっぱ環境から勉強するスタイルに作っていくっていうのは、すごくいいのかなという風に思います。あとは、なんか勉強するってなるとなんかもう部屋にこもってずっと何時間もしなきゃいけないとかっていう考えになっちゃうと思うんですけど、勉強って本開いて何か一本線引いたらもうそれは勉強そうだと思うので、あまり気負わずにまずは5分からまずは10分からみたいな感じで始めて、
そこに10分勉強して15分休憩あげてもいいから、ちょっとずつそういう風にしていくと、勉強へのハードルが下がるんじゃないかなと思います。頑張れ！応援してます。はい。じゃあお悩み系で。人の目を見て話すのが苦手なのですが、人と話す上でみんなが意識していることはありますか？で、これ見てすごい私めっちゃ共感できるなと思ったんですけど、実は私も人の目を見て話すのがすごい苦手なんです。今カメラが人じゃないから、もうこんながっつり見れるけど、初対面の方とかだったら結構じーっと見続けながら話すの結構苦手っていうか緊張しちゃうタイプで、私はよく鼻のここ、鼻の付け根とか、あとその人のこう喉とか、ここら辺とかを見て喋って、こう目を見て話してるように見せてた時もあるぐらいなんですけど、全然そういう方法でも無理に目を見て話さなくてもいいと思うし、そうだな。なんかそういう方法もありだよっていうのを言ってあげたいですね。あとは、そうだな。でもなんか何々が苦手ですっていうのをもし言えるんだったら言っちゃっても自分が楽かもしれないですね。なんかちょっと目離すの苦手な、緊張しちゃうんだよねとか言うと相手もそれを分かってくれるので、その自分のなんか苦手なことだったり短所とかをオープンにしちゃうっていうのもすごく新生活の人付き合いとか新しい人間関係を作るときにすごくいいんじゃないかなって思います。頑張れ！はい。ということで発酵時間20分がね、大体終わったかなと思いますので、開けてみようと思うんですが、もうすでにちょっと大きくなりました。ベーグルちゃんたち。こねてすぐ丸めた時より全然、あれですね。もちもち感、プニプニ感というかなんか、膨らんだ感じがします。やっぱりパンだな、これが。すごーい。発酵してるの初めて見れて幸せです。ですが、これはまだ生地に過ぎませんので、発酵はさせましたが、ここからが時間との勝負。茹での作業に入っていきたいと思います。ここでパンが美味しくなるか、ならないかが決まるのではないかというふうに勝手に思ってるんですが、それではこちらに移動して、パン茹で選手権を行っていきたいと思います。じゃあまずはこの沸騰したお湯に蜂蜜を入れていきたいと思います。はい、この蜂蜜をお湯に入れるとすごい表面がツヤっとして綺麗になるらしいです。確かにベーグルといえばツヤツヤな感じがね、もうより美味しさを倍増してくれますもんね。OK。蜂蜜湯、完成。では、いざ、勝負の時です。ここからは20秒ずつ片面、ベーグルを茹でたらすぐここに、チン、するということで、やっていきたいと思います。いきます。せーの。1、2、3、4、5、6、7、お、上がってきた。8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい。裏返します。1、2、3、おいしそう。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。では、カモン！ OK です。はい。ということで、茹で終わりました。すごいもうなんか美味しそう。米粉で固めたものを茹でたので、まあ、パンの前のお餅って感じですかね。美味しそうです。じゃあこれをオーブンで焼いていきたいと思います。220度のオーブンで18分間ほど焼き色がつくまで焼くということで、入れてきます。お、熱そう。
下の段に入れます。均等にしておこうかな。よし、いってらっしゃい。あ、もしいってらっしゃい。温めスタート。美味しくなりますように。はい。ということで、今、ベーグルちゃんをオーブンで焼いてるので、その間にまた、みんなからの質問に答えてみようかなと思います。はい。一種のみんなでお花見するとしたら何のご飯持っていきたい？うわ、めっちゃお花見したい。今日撮影日めっちゃ晴れてて、天気が良くて、ここに来る道でもお花見したいなってずっと思ってたんですけど、まあお花見と言ったらまずは和菓子、みたらし団子とか食べたいし、でも洋食のお花見もピクニックって感じですごい楽しいから、なんかそれこそサンドイッチとか、そう、それこそ今作ってるこのベーグルでも後でちょっとベーグルサンド作ってみようかなと思うんですけど、そういうサンド系も絶対持っていきたいし、あとはなんかおしゃれなカフェとかで美味しい飲み物を買ってそれもテイクアウトして自分たちで作ったご飯を一緒に食べるとかもめっちゃ楽しそうだなって思います。ちょっとみんなでこの春のうちにご飯食べれたらいいなーって思います。じゃあ次。餃子は揚げ餃子、水餃子、焼き餃子などなどありますが、どれが一番好きとかありますか？ちなみに私はおばあちゃんが作った揚げ餃子が一番好きです。へー。いいな。私揚げ餃子をお家で食べたことなくて、焼き餃子？家で食べるのはもっぱらお父さんが作った焼き餃子がほぼで、水餃子と揚げ餃子はお店でしか食べたことなくて、わあ、そっか。でもなんか誰かが作ってくれた揚げたての餃子食べてみたいですね。私はでも焼き餃子が1位、2位が水餃子かなって思います。でも揚げ餃子は食べた回数が少ないから食べる機会多くなったらちょっとランキング浮上してくるかもしれません。餃子なら何でも大好きです。お正月にたくさんお餅を食べたと言っていましたが、どんな味付けで食べましたか？おすすめのお餅レシピがあれば教えてください。私はやっぱお餅はお雑煮で食べるのがね、一番私的にはスタンダードなんですけど、我が家は2種類お雑煮がありまして、すましの関東風の味付けと、あと関西風の白味噌の2種類食べるんですね。私は白味噌がめっちゃちっちゃい時から好きだったんですけど、今年になってこっちのすましの方も美味しいってすごい思うようになってきて、もうどっちも美味しいからどっちもお餅を食べる手が止まらないということで、結果的にもう10個以上多分食べてたんじゃないかなというふうに思います。本当に美味しかったです。お餅レシピでもあとは普通に砂糖醤油で食べるのもめちゃめちゃおすすめです。ということで質問いっぱいあったんですけど、ちょっと食べ物系のね質問もいっぱいあったので答えてみました。ということでちょっといっぱいいただいててね、質問以外にもさっき答えたお悩み系なんかもあったんですけど、ちょっと全部答えれなくてごめんなさい。またぜひこういう機会も作りたいと思いますので、乞うご期待。あとちょうど10秒ぐらいですね。果たして焦げずに、焦げるとかあるのかな？なんか爆発とかしてないかな？中身が見えないけど。タイムアップ。ベーグルさんが焼き上がりましたので、どのような感じになったのか見ていきたいと思います。こちらの手袋ちゃんも一緒につけて。レッツゴー！あ、わかった。いきます。おー、わー、すごーい。すごいイケメンですね、このベーグルは。じゃ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 ーん。もちもちってより、すごいちょっとハードさもありそうなかっこいいイケメンベーグルに仕上がりました。ということで、実はここで終わりではありません。本日のベーグル作り。実はですね、私がずっと食べてみたかったベーグルサンドを作ってみようと思います。この子たちの間になんかいろいろ甘い系とかしょっぱい系のものを挟んで、メンバーが美味しいと言ってくれそうな組み合わせにできたらなというふうに思います。
こんなにもカラフルで美味しそうな食材たちを用意していただきました。私が大好きな、いちごとか、あんことか、全部好き。嫌いなものがないですね。もうだから何をどう組み合わせても美味しそうなんですけど、よりみんなが食べたいと思うようなベーグルサンドを作れたらなと初心者ながらに思いますので、早速やっていきたいと思います。私が一番好きなのはですね、あんこなんです。あんこが一番私は甘いものの中で好きなので、この子は絶対メインに使おうと思います。ということで、じゃあまずベースを塗っていきたいんですけど、ホイップかな？マヨネーズではないよね。じゃあいきます。ホイップレッツゴー。チャラリラリララララ。タリロロリロ。あんこ乗せてフルーツ乗せようかなと思います。ということで、メインキャラクター、あんこちゃんを登場させます。この上に乗せます。これ固めだから伸ばすのちょっと難しそうだけど、いけるかな。何これ。自分で作るからいっぱい入れとかないと。お店じゃね、大盛りとかできないと思うので、いっぱい入れときます。オッケー。そしたら、フルーツいきます。やっぱり、いちごかなと思いますので、いちごさんを、じゃあこのナイフで、ちょっと半分にしていこうかなと思います。この子を乗っけて、もう一個切るか。こっちに切った。おー、収納できた。ちょっとギュッギュッてして。まあ絶対断面あんま綺麗じゃないんですけど。でも、乗っけれた。じゃあ最後もう一回ホイップします。なんかすごい力の抜けた音がした。プシューって。頑張って。ホイップし。オッケー。上に乗っけます。どういう方向だったっけな。できた。じゃあ、これ多分上下逆なので、ほっ！こちらに乗せて、完成！はい、ということで、ベーグルサンド4種類が完成しました。イエーイ！じゃあ、まずメンバーを紹介したいと思います。Entry No.1 いちごあんこ生クリーム。イエーイ。かわいい。まあ王道ですね。私が好きなものを詰めさせていただきました。続いて Entry No.2 サーモンアボカドクリームチーズ for Reno です。リノちゃんが好きなものを詰めさせていただきました。シンプルイズベストサンドです。Entry No.3ハムアボカド、野菜いっぱいマヨネーズサンド for Rin です。はい、アボカドと、あとハムと、葉野菜を謎にいっぱい入れたんですけれども、美味しく召し上がっていただけると嬉しいなと思います。こちらもシンプルイズベストしょっぱい系サンドです。そして最後、Entry No.4これでもかサンドです。for Nano。右に左にね、バナナがはみ出てますけど、ホイップクリーム、いちご、バナナ、チョコクランチといっぱい乗せました。味は絶対美味しいと思うんですけどね、ちょっと見た目がだいぶ、ヘビーな感じになっております。まあ、美味しく食べてくれるといいなと思うんですけど、ちょっとプレゼントするときはもうちょっとね、形考えてあげたいと思います。ということで、全種類出揃いましたので、私のマイセレクトいちごあん
あんホイップをいただきます。さあ、お味はいかに？いただきます。あんこの味がします。意外と噛み応えある感じで美味しいです。このパンがなんかちょっとやっぱ甘くて、甘い系にもすごい合う気がします。で、いちごもすっごい新鮮だし、あんこも美味しいし、もう具材の美味しさは確定してるので、そこにこのパンの優しい味がすごい完璧です。ここにコーヒーまで飲めばもう完璧じゃないかと。美味しい。いいですね。このベーグル作り。とっても美味しくできたんじゃないかなと思います。ということで、ベーグルサンド作り今回挑戦してみたんですけど、他にもなんか、こんなのあったらいいな、あんなのあったらいいなっていうアイデアがいっぱい浮かんできたので、ちょっとこれを機に思ったより簡単に作れたなっていうのもあったので、自分でお家でも作ってみたいなと思います。そしてリボンからも今回この With Ish ベーグルサンド初挑戦したんですけれども、こういう料理以外でも、料理でもいいんですけど、何か私に挑戦してほしいなとか、これやってみてほしいっていうことがあったら、ぜひぜひコメント欄で、おすすめしていただければ全部トライしてみたいなと思っておりますので、どしどしご応募お待ちしております。ということで本当に楽しい一人時間でした。ぜひ次回にも期待してください。以上、Ishのゆうきでした。